今回の動画では先日の生放送の内容からアップデート前にやっておくと良さげなことを紹介。それでは順番に紹介をしていきます。今回のアップデートでは新たなオペレーターとしてティフォロスが、さらに9月24日から開催されるイベントではプチエナが実装されるので、各オペレーターの育成素材を今のうちに集めておくといいでしょう。特化を含めない各オペレーター1人当たりに必要な育成素材は上記の通り。プチエナは星5オペレーターですが、エンドフィールドはレアリティによって必要素材が変わることはないので、ティフォロスとプチエナの両方を育成するつもりなのであれば、上記の素材を2セット分集めておきましょう。また、最上級採取岳は現在のバージョンで実装されたタロス岳を、スキル特化は積層用、武器強化には強薬紋石を使用する可能性があるので採取はお忘れなく。各オペレーターにはモチーフ武器も実装されるので、気質集めもしておくといいでしょう。ティフォロスのモチーフ武器の気質が手に入るマップは、中枢エリア、武陵城、造剣国、黄龍石の4つ。タンタンのモチーフ武器と気質は全く同じなので、一応流用は可能です。強薬武器は中枢エリア、鉱山エリア、造剣国、黄龍石とモチーフ武器とほぼ同じ。なので、モチーフ武器と強薬武器は同時に気質掘りできます。プチエナのモチーフ武器はエネルギー高地、武陵城、制覇砦、造剣国、北部封鎖区域で入手が可能。こちらも一部ティフォロスのモチーフ武器と入手場所は被っていますが、気質効果が全く異なるので別々に気質掘りを行うことになります。幸いどちらも気質は4号谷地川で入手できるので、だだ余りしているであろう4号谷地の取引権を用いて気質厳選をするといいでしょう。新たな装備が追加されますが、今回のアップデートでは新素材などは追加されないため、各種装備は遠藤装備部品を用いて作成することになるでしょう。既存の装備セットである満潮とルテンには新たな装備が追加され、さらに新たな装備セットである点検セットも追加されるので、いずれかの装備はティフォロスの装備になるとして、既存のオペレーターの装備が更新される可能性があります。そのため、現時点で奥義やリーノなどの明確に装備が存在するオペレーターは別として、ポグラニチニクやカミーユなどのいまいち装備が完全には噛み合っていないオペレーターの装備の作成は控えた方がいいかもしれません。また、おそらくは大多数の方は溢れてしまっているんじゃないかと思いますが、遠藤装備部品もある程度ストックしておくといいでしょう。新たな拠点の追加がないことから、満点大建設基地のレベルアップがあるのではないかと思われます。アップデート直後に拠点発展地のブーストをかけたいのであれば、8月30日の午前中あたりから満点大建設拠点のみ取引を止めておくといいでしょう。天王原と心臓修復施設に関しては拠点レベルの横にあるゲージが伸びきっているので、もうアップグレードはないものと思われます。各種設備のアップグレードに関しては、現時点ではレベルが最大でないものは商品取引端末のみ。そのため、アップグレードに必要な取引権もそこまで多く用意しておく必要はなさげ、特に環境観測端末が追加されるといった告知もなかったので、おそらく設備のアップグレードも小規模なもので収まるはずです。次回のバージョンでは新マップに拠点が追加されないので、他のマップからの電線引きが必要になるとは思いますが、石松林がどこからつながるのかは正直何とも言えないところ。黄龍石の黄龍資料室に別のエリアにつながりそうな塞がった出口や、マップ外に足場になりそうな構造物が確認できますが、これまでのバージョンのように明確に出入り口らしきものが露見しているというわけではないので、もしかしたらもう一つ別マップにつながりそうな場所がある北部封鎖区域からつながるのかもしれません。新バージョン開始2週間後には修正支援イベントが開催。今回は現時点で素材がだだ余りしている状況なので、前回のような素材がギリギリの中でやりくりするといったことはないはず。ただ、映像を見た限りでは片方は測定、もう片方は重測定を用いてイベント限定アイテムを作成するようなので、重測定はともかくとして測定は入手先を用意しておく必要がありそうな雰囲気。当チャンネルの図面を使用しているのであれば、黄龍石の測定ガスが余っている状況にあるので、測定ガスの一部をガス固体転換機に通すことで、現在の図面から形を一切変えずに測定に戻すことが可能です。戻し方としてはガス固体転換機を設置して、モードを固体生産に変換。その後、測定ガスが流れているパイプをガス固体転換機2箇所に接続し、制御口で測定ガスの流入量を制限するのみです。流入量の制限は大元となる部分は毎分24個に設定し、パイプ分岐を行った後の媒体となる測定ガスの方を毎分6個に制限するだけ。これで修正支援が始まるまでにある程度の測定を用意しておくことができるでしょう。なお、次回バージョンはもしかするとほとんど図面には手を加えないことになるので、この図面をそのまま流用する可能性はあります。
次回のバージョンまでに準備しておくと良さげなことは上記の通り、次回のバージョンは 1.3 の時と同じく小規模なものとなりそうなので、やっておきたいこともあまりなさそうな感じ。育成素材と気質掘りだけはやっておいて、それ以外については任意でも構わないでしょう。おそらくバージョン 1.6 にて危機契約が開催されることも告知されていましたが、前回の危機契約の難易度を見るにそこまで身構える必要もなさそうなので、次回バージョンはゆったりとやって良さげな雰囲気です。以上で次回バージョンまでにやっておくと良さげなことの紹介を終わります。ご視聴ありがとうございました。